こんにちは、徳渕明俊です。今回は僕が人にヨーヨーを見せるときに大事にしていること3つお話ししていきたいと思います。技をきれいに、姿勢とボディコントロール、見せ方、この3つについて詳しく解説していきます。まず技をきれいに。無理のないヨーヨーの軌道を、無駄な体の動きや糸のたるみを減らす。鏡やスマートフォンなどを活用して自分の動きを確認してみましょう。図で示しているようにできるだけ指と腕を動かさないようにしてみましょう。無理に動かそうとしないでヨーヨーの軌道に任せるイメージです。技が綺麗な選手たちは体の無駄な動きが非常に少なく、ヨーヨーが無理のない美しい軌道を描いています。技が綺麗にできない時によく意識するようにしています。ピタッピタッピタッと止める。ここで乗せた時にブラーンとなる人がよくいます。しっかりここでピタッと止めれるように意識して練習してみましょう。まずはヨーヨーを糸に乗せる時にきれいに止められるポイントを探しましょう。ヨーヨーと指と糸の適切な位置関係や角度、糸の張りなどを知ることがとても大事です。その後は指と腕を適切な位置に置き、衝撃を吸収する練習をしましょう。新しく覚えた技がなんか安定しないなという時は以下の3つの工程を試してみてください。1、ゆっくり動かしてピタッと止められるかを確認する。2、各エレメントを必要な技術に分解する。3、形、位置、力の入れ方や軌道などが根本的に間違っている可能性を考慮して最適解を探す。分かった途端に急に安定しだすことがあるので、反復練習と同じぐらい大事な工程だと考えています。これらを意識して練習すると技がきれいになるだけではなく、技の成功率も上がりますので、ぜひ意識してやってみてください。2つ目は姿勢とボディコントロールです。姿勢は大きく印象を変えます。例えば姿勢が悪くて猫背だとこんな風になっている人も見かけます。こういう人だとすごく頼りなくて軸がないように見えてしまいます。なのでしっかり胸を張って肩の位置を意識して立つようにしてみてください。もともと僕も姿勢が悪かったので、すごくここは意識して立つようにしています。それから他のスポーツと同じようにヨーヨーにおいても自分の体を思い通りに動かすことができる、こういった技術が非常に重要になってきます。それについては陸上競技、十種競技の元全日本チャンピオンの武井壮さんの動画がすごく分かりやすいので、ぜひこちらを参考にしてみてください。それからヨーヨーをやる上ですごく気になるのが手の開きです。例えばこの見栄えとこれ、印象としてどうでしょうか。ヨーヨーを糸と糸の間に乗せるためにここを開く必要はあるんですけれども、過剰に開きすぎたり反対の手が開くことは印象として技が汚く見えてしまいます。なので自分の手が無意識に開いてしまうような人は少し意識して手を閉じるようにしてみてください。それから体幹をしっかり意識することも大事になってきます。体幹がしっかりしていれば体がぶれにくく、止めるべきとこやタッチの時など、そういった時にふらつかなくて済みます。毎日ちょっとした体幹トレーニングをすると効果的です。最後の3つ目は見せ方です。ヨーヨーを人に見せる時の目線だったり表情、それから体の使い方、自分の体勢が見てくれる人からの印象に大きく影響を与えます。こちらについては伝えたいことが本当に山ほどあるので、今回はほんの触りだけお話しさせていただきます。足を揃えて技をやる場合と、足を広げて技をやる場合、それからかがんで技をやる場合、少しステップを入れるとどれも印象が違ったと思います。必ずしも動けばいいというわけではありません。しっかりと大きく見せたい時と一箇所に集中して見えるように見せたい時、これらの動きをしっかりとメリハリをつけて使うことがヨーヨーを効果的に見せることにつながります。今回は僕が人にヨーヨーを見せるときに大事にしていることを3つ紹介してきました。技をきれいに、姿勢とボディコントロール、見せ方、あとは目線だったり表情だったり
大事なことはたくさんあるので、ここではちょっと語りきれません。過去の僕の悩みを解決してきた方法を少しずつ皆さんの役にも立てるように発信していきたいと思っています。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。